皆様、本日も一日お疲れ様でした。神楽坂 CSU チャンネル朗読者の神楽坂凛と申します。本日も皆様に良い眠りが訪れますように心を込めて朗読させていただきます。本日の朗読作品は星平の川湯、星のまどろみと人すくいの心、川と風の間のひとひらの夢の3作品をゆったりと朗読させていただきます。皆様におかれましては、目を閉じリラックスして静かな朗読の世界に耳を傾けてください。これからも皆様にたくさんの癒しをお届けできますように、お休み前にチャンネル登録を忘れずにお願いいたします。明日も皆様にとって素敵な一日となりますように。おやすみなさいませ。星平の川湯。川のせせらぎがまるで誰かの寝息のように静かに続いています。山と海に抱かれた町の外れに小さな足湯のある川辺がありました。地元の人々には星平の川湯と呼ばれ、昔から旅人や村の人が足を休める場所として知られています。今日は初夏の日差しに揺れる木漏れ日が川も黄色にきらめかせていました。今日はこの場所で煮出してみましょうか。草色のケープをまとったエルフの女性インは手にした小さなカゴをそっと地面に置きました。中には朝摘んできた薬草が並んでいます。ミント、タイム、少しのヨモギ、そして野原で見つけたカモミール。足湯の隅に据えられた小さな鉄鍋に湧き水を注ぎ、そこに草を入れて火を灯しました。薬草がふつふつと音を立て、湯気とともに優しい香りが辺りに広がっていきます。そこへ一人の老人が杖をつきながら川辺へとやってきました。背は少し曲がり、歩みはゆっくりしていますが、その表情にはどこか穏やかで懐かしい旅人のような気配います。こんにちは、こちら少しお借りしてもよろしいでしょうか。もちろん、どうぞお好きな場所へ。因果を微笑みながら返すと、老人は深く頭を下げ、そっと丸太の腰掛けに座りました。そして重ねた靴下を脱ぎ、足を湯へとゆっくりと沈めます。お湯はぬるく、でも芯からじんわりと体に染み込むようでした。いい湯ですね。香りがまたなんとも落ち着きます。ありがとうございます。今日はミントとヨモギを多めに入れてみました。なるほど。昔旅の途中で寄った町の湯にもこんな香りがあったような。老人は目を細め遠くを見るように言います。しばらくの間、二人は言葉もなく、ただ川の音と時折風に揺れる葉の音に耳を澄ませていました。それがまるで何よりも心に効く薬草のように感じられます。あなたは旅の途中ですか。凛が柔らかく尋ねると、老人は小さくうなずきました。
ね、ずっと昔家を出てあちらこちらへ風のようにね。今は昔の仲間に会いに行く途中なんです。お仲間ですか？はい、もう何十年も会っていないけれど、今年の春先にふと夢を見ましてね。焚き火のそばでみんなで歌を歌っている夢でした。それを見たとき、不思議と今だと思ったんです。今、鍋の火を少し弱めながら老人の話に耳を傾けていました。風が通り、木々の間からひらひらと白い小さな花が川面に落ちて流れていきます。それを目で見ながら老人は言いました。この年になるとね、始まりはもう遠くにあると思っていたんです。けれど、この旅の中でふとそんなものはいつだって静かに訪れるのだと気づきましてね。静かの始まり。そう、例えばこんな風に知らない誰かと並んで足湯に浸かる時間がそれかもしれません。インはその言葉にゆっくりとうなずきました。私も遠い昔は旅をしていました。風に吹かれ、星を見上げ、いくつもの別れと出会いを重ねて。でもこうして足を止めて、ここでお店を始めてから思うのです。静かに誰かと過ごす時間はそれだけで優しい贈り物のようだと。二人は川の流れを見ながらしばし無言のまま湯に足を浸していました。ただそよく風と草の香りと心の奥で感じるすべてが言葉よりもこう伝えてくれていると感じる時間。やがてインはカゴの中から小さなガラスの瓶を取り出しました。瓶の中には薄い緑色をした透き通るような液体が入っています。これは旅人の雫というポーションです。旅の終わりにも旅の始まりにも心の奥に小さな光を灯してくれる、そんなポーションです。いただいても。もちろんあなたの旅が良いひとときと出会いに満ちていますように。老人はそっと銀を受け取り、胸元のポケットにしまいました。ありがとう。名前を聞いても。リンと申します。銀さん、良い音の名前ですね。私は久根と申します。どうかまたどこかで。銀は微笑みを浮かべて小さくお辞儀をしました。久根はゆっくりと立ち上がり、濡れた足をタオルで拭くと杖をついて静かに歩き出します。日はまだ高く、空は初夏の青に染まっていました。川辺の小道を一人の旅人が小さな光を胸に歩いていきます。久根が川辺を去った後、銀は少しの間その背を見送っていました。彼の歩みはゆっくりとしていましたが、迷いのないしっかりとしたものです。川湯の絵に置かれた木の椅子には座っていた名残のぬくもりが
まだほんのりと残っているようでした。火を落とした鉄鍋からは余熱でなお薬草の香りが立ち上っています。インはそれを静かに見つめながらふと小さく息をつきました。また風に乗って会えるかもしれませんね。独り言のようにつぶやきながらリンは小さな紙の束を取り出しました。その日の空模様や川の流れ、そして出会った人の印象から手書きで綴る短い詩のようなものです。今日の紙にはこう記しました。星平の湯のひと静か、柔らかき風をくぐり、遠き明かりへ続く道、そしてそれを川辺の石の上に置き、風に舞って誰かの手に届くようそっと目を閉じます。しばらくすると遠くから声がしました。リンさん、リンさん。声の主は町に住む子供たちの一人でした。リンが時折お茶を振る舞ったり、薬草の話を聞かせたりしている子です。何かありましたか？お母さんが今日の空きれいだからリンさんにも見せてあげてて。そう言って子供は手を引っ張るように少し高い丘の上へとリンを連れて行きました。そこからは川と山、そして海まで見渡せる広々とした景色が広がっています。ほら、綺麗でしょ。空はちょうど夕暮れと夜の間を漂う時間帯。青から茜へ、そして群青へと空がほんの少しずつ色を変えていく瞬間でした。川面にはその色が映り込み、まるで星平という名の通り、星のような光がいくつも揺れています。ありがとう。きっとヒサメさんも同じ空を見ている気がしますね。リンの声は風に混じって遠くへと流れていきました。それから数日が過ぎた頃、リンは再び川へを訪れました。旅人の気配はもうありませんでしたが、丸太の椅子のそばに一つの包みが置かれています。それは布にくるまれた小さな木箱でした。開けてみると、中には一冊の古びた旅の記録帳と水金色の羽が入っています。記録帳にはヒサメの文字でこう記されていました。リンさんへ、あなたと過ごした川辺の時間は長い旅の中でひときわ温かいひとときでした。私がこれから向かう地はおそらく最後の場所です。でもそれは終わりではなく始まりだと感じています。あなたが語ってくれた静かな時間が贈り物という言葉は私の世話をしてくれました。どうかこの羽をまた誰かの旅のしるべとして使ってください、ヒサメ。リンは箱の中の羽を手に取り、そっと目を閉じました。それは鳥のものではなく、何か幻想的な存在が落としたような光を反射する羽です。まるで旅人の思いそのものが形になったように、
静かに揺れていました。リンはゆっくりと立ち上がり、いつものように草を摘み、小さなガラス瓶へと詰めます。そしてその羽を瓶の中に一緒に収めました。最後にリンは静かに目を閉じ、一つの祈りを捧げます。しばらくすると、瓶の中からふわりと淡い光がこぼれ始めました。その光が合図であったかのように、リンはそっと目を開き、瓶を見つめます。その瞳はただ瓶を見ているのではなく、そこに宿る思いをまるで抱きしめるような優しい眼差しをたたえていました。そのポーションの名前はひとひらのタギチ。このポーションは終わりを恐れる誰かの手にそっと明かりを届けることでしょう。その夜、リンは星降る雫のカウンター奥にある記録帳を静かに開きました。窓の外にはいつものように星々が瞬いています。星平の川ゆでであった久米山の旅は静かにけれど確かに続いています。その歩みは終わりではなく始まり、私が渡した旅人の雫と彼から受け取ったひとひらの旅路がこれからも誰かの心に寄り添うことを願っています。そしてページの端にそっと小さな星型のスタンプを押しました。それは一つの物語の終わり、そして始まったことの証。リンは記憶帳をそっと閉じました。その音は小さな波が岸辺に揺れた時のように静かで穏やかです。窓の外では星々でひときわ強く瞬き始めていました。まるで久めの旅路に空の向こうから祝福の明かりが灯されたかのように、リンはカウンターに置かれた瓶ひとひらの旅路をそっと両手で包み込みます。その中で羽はゆっくりと揺れ、淡い光を優しく散らしていました。そして静かにつぶやきます。どうかこの光がどこかで誰かの歩みに寄り添いますように。それは祈りであり、また約束でもありました。その夜、町の片隅にある小さなポーション屋の明かりはいつもより少しだけ長く柔らかく灯っていました。まるで一つの旅の続きをそっと見守るかのように。星のまどろみとひとすくいの心、海と山に囲まれた小さな町。その日は月のない夜、けれど空は星たちで満ちていました。その光は強すぎず、まるで遠くの裾野のように静かにそっと胸に響いてきます。リンはポーションや星降る雫の扉を静かに閉じると、草色のケープを肩にかけ、小さなガラス瓶をいくつか袋に入れて出かけました。目指すのは町の外れを流れる川で、今夜は星のかけらを集めるためにそこへ向かうのです。星のまどろみは
水に映る夜だけに宿るのですから。独り言のようにそっとつぶやきながらリンは足を進めました。靴音だけが静かな夜の風に溶けていきます。風の冷たさはまだ少し腹を引きずっているかのようでした。草むらをすり抜けるたびに季節の名残の香りが頬を撫でていきます。川辺に着くと、そこにはすでに誰かの気配がありました。焚き火の明かりもないのに、誰かが川を見つめているのがわかります。そこにいたのは背の高い青年でした。少し猫背で長い髪が風に揺れています。その姿は夜の静けさに溶け込み、まるで夜そのものが人の形をとって現れたかのようでした。こんばんは。銀が声をかけると、青年は振り向きました。驚きはしたものの、すぐに微笑んで礼儀正しく会釈します。こんばんは。星を見に。はい、あなたもですか。最近はここに来てるんです。眠れなくて。青年は苦笑いして夜空を見上げました。その横顔にはどこか深い疲れがにじんでいます。目の下にはうっすらと影があり、口元はどこか言葉を飲み込んでいるように見えました。リンは彼のそばに近づき、そっと腰を下ろします。そして袋から小さな瓶を取り出すと、川の水面にそっとかざしました。これは夜の音を集める瓶です。星と水の間でほんの少しだけまどろみが取れるのです。まどろみですか。青年はリンの手元の瓶を見ながら釘をかしげました。はい、きちんと瓶の中に閉じ込めれば、それは眠りの静かになるのですよ。それ、本当に聞くんですか。リンはひたすら濃く笑いました。信じる人にしか聞かないのです。でも、あなたの心がほんの少しだけ静かになれば、それでいいのかもしれませんね。青年はしばらく黙っていました。それから星空を見上げたのもぽつりと言います。小さい頃、よく母と一緒に星を見たんです。あの頃は夜が怖くなかった。今は怖いのですか。リンは青年を見ながらそっと問いかけます。その声はとても澄んでいて、心にすっと溶け込んでくるような響きでした。怖いというより寂しいんです。その寂しさはどこから来たと思いますか。青年はゆっくりと首を振りました。ただ眠れなくなるんです。明日を思うといろんなことが頭をめって、気づけば夜明けが近くて、そんな日が続いてます。その声には誰にも見せなかったであろう弱さがにじんでいました。誰かに聞いてほしいけれど、言葉にしてしまえば壊れてしまいそうな不器用な思いが夜の空気に溶
けてゆきます。リンは川の水にそっと指を浸し、小さな石を優しく撫でました。その仕草はまるで静かな旋律を奏でるように、一つ一つが丁寧で心に優しく響きます。わしはいつまでも変わらず瞬きます。夜はあなたを責めません。ただあなたが今日ちゃんと生きてきたことを見つめているだけなのです。青年はその言葉に少しだけ目を細めました。まるで心のどこかにそっと手を当てられたような感覚。自分では気づかないうちに張り詰めていた糸が少しだけ緩むのを感じました。あなた、何者なんですか？ただのポーション屋です。心の音を拾うのは少しだけ得意なだけの。リンは川辺に座ったままそっと瓶を胸元に抱きしめました。この瓶にはあなたの寂しさを入れてみませんか？そんなことができるんですか？できますよ。目に見えないものをそっと抱きしめるように大切にする人にはね。青年は戸惑いながらも瓶の差し出す瓶に両手でそっと触れます。その瞬間、川も渡る風が優しくなり、星の光が水面にキラリと流れました。ほんのわずかな間、世界が深呼吸したような静けさが辺りを包み、心の中に柔らかな曇りが灯るのを青年は感じます。このままもう少しだけ話しませんか？リンがそう言うと、青年はそっとうなずきました。話題は子供の頃好きだった本の話、母の手作りスープの味、失敗して泣いた日のこと。それは普段は思い出さないようなとても小さなことばかりでした。けれど話しているうちに青年の声から少しずつ硬さが抜けていきます。ふとした拍子に笑みがこぼれ、その笑顔には幼い頃の面影が確かに残っていました。やがて瓶の中にほんのりとした淡い光が灯ります。まるでひとすくいの星が眠っているような優しい色。リンは微笑みながら瓶に線をしました。星のまどろみができましたね。これは今夜だけのポーションです。枕元に置いてこうつぶやいてください。おやすみ、今日の私ありがとう、夜空と。青年は手渡された瓶を両手で受け取りました。ありがとう。多分今夜は眠れる気がしてきました。リンは立ち上がり空を見上げました。星々は変わらず静かに瞬いています。その光はまるで遠くからお帰りとささやくような優しい輝きでした。またここで星を見上げたくなったらいつでも来てくださいね。川も星もきっとあなたを覚えていますから。青年はリンの背に向かって小さく手を振ります。その手は少しだけ震えていて、けれど
迷いはいませんでした。風がそっと吹き抜け、川が優しくささやいています。夜のまどろみは星とともに眠りの支度を始めていました。青年が空を見ると、昨日よりも少しだけ星が多く輝いているような気がします。その翌日も、その次の日も、青年は夜の川辺へと通いました。リンもまた、時折ポーションの瓶を手に、草色の警棒を増やしながら川辺を訪れます。でも、二人は多く語りません。けれど、少しずつ青年の顔には柔らかな表情が宿るようになっていきました。心の中に引っかかっていたものが少しずつ落ちていくかのように、言葉にならない痛みが風に溶けて川のせせらぎに紛れていくようでした。ある夜、いつものように瓶にまどろみを集めていると、青年がそっと口を開きます。小さい頃、父はいつも忙しくて話す時間もあまりありませんでした。でも、ある晩、父が突然星を見に行こうって言ったんです。リンは瓶にまどろみを集めながら黙って聞いています。その指先の動きは変わらぬ静けさの中でそっと祈るように丁寧でした。ただ川まで歩いて星を見上げてしばらく黙っていた。その時父がこう言ったんです。星は遠くにある。でも光ってるってことは届いてるってことだって。青年の声にはかすかに震えが混ざっていました。その言葉を思い出すたびに胸の奥が少しだけ痛んで、けれどどこか暖かくもなったのです。それが父と話した最後の夜でした。病院に運ばれてそのまま。だから星を見るとあの夜のことを思い出すんです。リンは川面に映る星を見つめながらそっと言いました。とても大切な夜だったのですね。でもそれから星を見るのがちょっと怖くなってしまって、リンは一つうなずいてから小さなポーチからガラスの小瓶を取り出します。しかし今回の瓶にはラベルが貼られていました。それは星の記憶のポーション。これは過去の中にあったぬくもりをそっと閉じ込めるポーションです。青年はゆっくりと瓶を手に取りました。その透明な中にほんのり黄色の光が揺れていました。まるで小さな星が瓶の中で静かに呼吸しているように、ふわりと光が瞬いています。この光、なんだか暖かいですね。あなたの記憶が今優しい形でここに息づいているのです。記憶は時に痛みを連れてきますが、それでもあなたの中に残ったということは、それが光だった証拠でもあります。青年の目にうっすらと涙が浮かびました。それは悲しみではなく、
ようやく涙にできた優しさの形です。ありがとう。眠れぬ夜にどうかこの推しの記憶を思い出してください。きっとあなたのまどろみにそっと寄り添ってくれるはずです。風がそよいで二人の間をそっと通り抜けていきました。夜の川は小さくきらめきながらゆっくりと流れ続けています。その流れにどこか記号のようなものが乗っている気がして、青年はふと目を細めました。数日が経ち、銀は交渉や押し降る雫のカウンターで一つの手紙を見つけました。そこには銀の封筒に落ち着いた筆跡で銀サインとだけ書かれています。封を開けると中にはあの青年からの言葉がありました。銀さんへ先日はありがとうございました。いただいたポーションは今も枕元に置いています。少しずつですが夜が怖くなくなってきました。今夜も眠る前にありがとうと心の中で言えそうです。この夜から朝が来るのが少しだけ楽しみになりました。まどろみの中で父の声を聞いたような気がします。今も叩いてるよと、あなたの言葉が僕を一つの夜から救ってくれました。いつかまた星を見上げられる夜に、星を見ていたものより、銀は微笑みながらその手紙をそっと畳みました。その微笑みは星明かりのように静かで、そして深く温かいものです。彼女はカウンターの奥に置いてあるいつもの記録帳をそっと開きました。そして白いページにさらさらと言葉を綴っていきます。川辺で出会った青年の記憶が瓶の中で光りました。星はただ静かに彼のまどろみに寄り添ってくれました。名前のない痛みを名もなき優しさで包むこと。それは魔法ではなく夜がもともと持っている力かもしれません。風が吹いた時、川がささやいた時、きっと彼の中に新しい星が生まれたのでしょう。そしてページの端に小さな星型のスタンプをそっと押しました。それは優しさが痛みを超えて光になったという歌詞。記録帳を落とした時、銀はふと窓の外に目をやりました。夜は深く、星々はなおも優しく瞬いています。けれどその瞬きはほんの少しだけ暖かくなったように見えました。棚の上ではいくつものポーションが眠りについています。星のまどろみ、安らぎの雫、心の雫。そのすべてに誰かの記憶や思いがそっと息を潜めているのです。今一つのランプを灯しながらぽつりとつぶやきました。今夜も誰かがちゃんと眠れますように。それは誰に向けたともしれぬ一つの祈り。けれど
きっとどこかで誰かの胸にそっと届いているのでしょう。星のように静かに、風のように遠くへと優しく溶けていくように。そしてまた一つ穏やかな夜が静かに更けていくのでした。川と風の間のひとひらの夢。初夏の日差しが川面にキラキラと反射していました。すべてが柔らかな光に包まれて、風も草も水音もどこか夢の中にいるような静けさをまとっています。リンは町外れの川沿いの小道を歩いていました。足元には小さな白い野花が揺れています。その花は去年も同じ場所に咲いていたものでした。でも今年の方が少しだけ背が高く、ほんの少し凛として見えます。リンはふと足を止め、その花にそっと視線を落としました。春の残りを残す空気の中に小さな命がまっすぐ根を張って咲いている。そんなけなげさに胸の奥がじわりと暖かくなるのを感じます。この花もきっと去年より強くなったのでしょうね。そうつぶやいてしゃがみ込むと、風が音を撫でていきました。その風にほんのわずかに涙のような音が混ざっています。泣いている誰かが、胸のどこかがそっと惹かれるような感覚。それは音というより、風に紛れた心のささ波が銀の耳ではなく心に触れたのだと彼女は思いました。銀は立ち上がると風の気配をたどり、小道の先へと歩きます。やがて川のそばにある丸太のベンチに小さな人影を見つけました。膝を抱えてうつむいている女の子。その肩が少しずつ上下していました。こんにちは。そっと声をかけると、少々はビクッと肩を震わせて顔を上げました。目の周りが赤く、頬には涙の跡が残っています。こんにちは。返事はかすかでしたが、その声には確かに何かを求める響きがありました。ここ、風が気持ちいいですよね。だから帰りたくなくて。リンはベンチの隅っこに腰を下ろしました。少女はリンの姿をちらりと見て、少しだけ体の力を抜きます。その仕草はまるで目に見えない髪をほんの少しだけ解いたように見えました。リンはそれを無理に広げようとはせず、ただそばにいる空気そのものになろうと心を静かに保ちます。センって言います。お姉さんはリンと言います。これでポーション屋をやっているのですよ。ゼンは不思議そうに目を瞬かせました。ポーション屋さんね、人の心を少しだけ楽にする薬のようなものを作っているのです。ゼンはふんと小さくため息をつきました。その吐息はほんの少しだけ
重たく感じられます。私は親戚の家に遊びに来たんです。夏休みの間だけ。ゼンはゆっくり話し始めました。でも昨日喧嘩しちゃって、帰れって言われたわけじゃないけど、もう痛くないなって。インは静かに耳を傾けていました。ゼンの言葉の合間に小さな沈黙が何度も訪れます。でもその沈黙すら川のせせらぎと風が優しく包んでくれるようでした。銀は目を細めてゼンの足元にある草の揺れを見つめます。人の心の中にもこんな風に誰にも見えない風がそっと吹いているのでしょう。その人たち、ゼンさんのことを大切に思ってないわけじゃないと思いますよ。でも私の話全然聞いてくれなくて。そう言ってゼンはまた目を伏せます。銀は小さなポーチから一つの瓶を取り出しました。瓶の中には淡い水色の液体が静かに揺れています。これは風の記憶というポーションです。初夏の風を集めて心の音を聞けるようにしたものなのです。心の音。はい、心が自分でも気づかない音を、奥にしまってある音をそっと思い出せるように。銀は瓶を開けてほんの一滴だけゼンの手のひらにそっと垂らしました。すぐに優しい風のような香りが広がります。ミントやレモンバーム、そしてほんの少しの柚子の葉の香り。ゼンはくんと鼻を澄ませてゆっくり目を閉じました。お母さんの匂いがする。それはきっとゼンさんの心の音ですね。ゼンのまぶたからぽったりと涙がこぼれます。でもそれはさっきまでの涙とは少し違って見えました。柔らかくて静かで心が遅れていくような、そんな涙。私、母さんが亡くなってからずっと誰かに甘えちゃいけないって思ってた。そう思ったまま頑張ってたんですね。でもちょっと疲れちゃった。銀はそっとゼンの手を両手で包み込みます。その手は温かく柔らかで春の光のようでした。そして静かに微笑みます。その微笑みには深い慈しみと何も求めない優しさが満ちていました。いいのですよ。疲れたら少しだけ立ち止まって。そういう時間はきっと心の芽を育てるためのものですから。ゼンは黙ってうなずきました。言葉にしなくても伝わる何かが今この場所には確かにある。そんな安心感は静かに胸に広がっていきます。川の音が少しだけ優しくなったように感じました。風もゼンの髪をそっと撫でるように吹いています。銀さん、ありがとう。もう少しだけこうしてもらっていてもいい。
もちろんです。風が変わるまで一緒にいましょうね。線の眼差しは少しずつ柔らかくなっていきました。そしてその瞳の奥に小さな光が灯るのをリンは見つけたような気がします。川の流れはゆっくりと静かに続いていました。みそとは時に高く時に低く、まるで誰かのささやきのように線の耳にも届いています。リンさん、私どうしたらいいと思いますか？線は空を見上げながらつぶやきました。雲一つない青い空には白い鳥が小さく羽ばたいています。その鳥は風に身を委ねるように静かに空を渡っていました。自由で迷いのない姿に線の目が自然と引き寄せられていきます。そうですね。まずは一つだけ心に問いかけてみませんか？問いかける。本当はどうしたいって誰かのためじゃなくて線さん自身のために。線は少し黙って考えていました。その瞳の奥では小さな波がゆらゆらと揺れている。迷いと希望と少しの勇気が混ざり合って、長いまつげが静かに震え、やがてぽつりと声がこぼれます。私、笑っていたい。ちゃんと楽しいって言いたい。その言葉を聞いて、リンはそっとうなずきます。そのうなずきには言葉にしない祈りのようなものが宿っていました。線の小さな願いがどうか折れずに育っていきますようにと。それが生さんの心の目なのですよ。心の中に小さな芽吹きが生まれました。私の芽吹き。リンは小さなポーチから小さな箱を取り出しました。その時、草色のケープの裾がひらりと舞います。その動きは風と語らうような自然の一部のように見えました。その箱の中には小瓶が一つだけ収められています。瓶の中にはまるで朝露のような透明の雫が揺れていました。これは心の芽吹きのポーション。川辺の草の雫と初夏の新芽、そして星明かりをほんの少しだけ溶かして芽吹きの願いを込めて作ったものです。線は美をそっと見つめます。それはとても繊細で、触れると壊れてしまいそうなほど澄み切っていました。彼女の瞳にその雫が映り込みます。その輝きはまるで自分の中にある小さな希望が形を持って現れたかのようでした。これを手のひらに一滴としてそっと目を閉じてみてください。リンに言われた通り、線は瓶から一滴雫を手に落とします。それはまるで朝焼け前のしっとした空気のような静かな香りがしました。その香りに包まれると胸の奥の方がねっと緩みます。緊張の糸が解けるように心
心が静かに呼吸を始めました。善はその香りに包まれながらそっと目を閉じます。すると心の奥からささやかな光が溢れてきました。小さなでも確かな希望のようなもの。それは大丈夫だよと語りかけてくれる心の声でした。私、少しだけ帰ってみようかな。善は目を開けて木を見つめました。その瞳にはまだ迷いの影も残っていたけれど、それでも確かに自分の足で立とうとする意志が宿っています。また喧嘩しちゃうかもしれないけど、ちゃんと話してみる。インは静かに微笑みました。それが明日への一歩です。心の芽吹きはきっと風に揺れながらも強くなっていきます。風がそっと吹き、線の髪を優しく撫でました。川の音もさっきより明るく聞こえる気がします。光の粒が川面にパラパラと飛び始め、景色そのものが祝福してくれているようでした。ねえ、インさん、また会いに来てもいいですか？ねえ、もちろんです。この川沿いの花のそばか、ポーションや押しうるしずくでいつでも待っていますよ。善は立ち上がり、ゆっくりと背伸びをしました。そして川沿いの道をゆっくりと歩き出します。その背中は寝ていた時よりもほんの少しだけ大きく見えました。銀はそっと目を細め、その姿を見送ります。木の光が善の足元に淡くさしていて、まるでその歩みを祝福しているかのようでした。その夜、インは押しうるしずくのカウンターにある小さな椅子に座っていました。手元にはいつもの記録帳がそっと置かれています。表紙には銀色の星が一つだけ書かれていました。ページを開くとペンを静かに走らせます。今日は川沿いで善という少女に出会いました。言葉にならない涙を風の記憶がそっと照らし、芽吹きのポーションが心の奥に眠っていた願いを抱きしめました。彼女の声で語られた笑っていたいという思いは確かな一歩になって気がします。初夏の風と川の音が明日を少しだけ明るくしてくれることでしょう。銀はページの端に小さな星型のスタンプをそっと押しました。それは心が癒える瞬間は静かな寄り添いから生まれると歌詞。窓の外には夜の海が星の瞬きを抱きながら静かに広がっています。インはその光を見つめながらそっとつぶやきました。星々はいつまでも変わらず瞬く。だから人の心もきっとまた光を取り戻せるのです。夜風がインの髪を静かに揺らしていきます。ポーションや押しうるしずくはこれからも誰かのためにそっと明かりを灯していくのでした。
ご清聴ありがとうございました。すでに眠りに疲れていれば幸いですが、まだご覧いただいている方はおられますか？おられましたらチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。これからも心地よい朗読をお届けいたします。どうぞ素敵な夜をおやすみなさいませ。